時刻は16時30分過ぎになりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829-310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではエイジアンの栗林さんにバトンタッチいたします。はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。いや、今日のゲスト改めてですね、紹介をさせていただくんですけども、広島の西区のね、認定こども園のぞみ幼稚園にお勤めの横山はるみさん、どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。横山さんはね、もともとこの FM 放送皆さんご存知と思いますが、初代パーソナリティを務めていただきましてリードしてもらいました。遠い過去の話なんですよ。いや、もう昨年1月にね本当1年半ですよ前ね、急にね交代ということになっちゃってね、もう大慌てで我々はですね思ったんです。3年8ヶ月の務めをね全部果たしていただいたんですけど、それがね、で私はこれをねなんとかこう羽熊さんのおかげで乗り越えてきたけれども、その1年半ここを辞められた後何をしておられたか、今回はですねゲストというより取り調べというか、ね、どういうことですか。公開処刑ですか。被告人も言うからねさあ、もし開きあれば申してみなさいという羽熊さんになってからもうどのくらい経ちます？もう1年半ぐらい経ちますね。あっという間ですね。私2024年から今ののぞみ幼稚園に勤務して、最初は成果っていうのがあって、なんか体操とか専門教科が幼稚園にあるんですけど、そこの英語の成果の先生でまず入ったんです。それで1年間やって、それなんかフリースクールと一緒にこう同時にやってたんですよ。それで、それが週に1回だけですからね。でそこから、2年目2025年に正式にコーディネーターもということで兼務でコーディネーターを始めて、その時は認定広報園だったんですよ。今のぞみ幼稚園が IB の認定広報園で1年かけてスケジューリングして、来年の、2026年今年ですねまでに認定取るぞということで計画的に進めて、で3月末に認定を正式にいただいてワールドスクールの仲間入りになったという、普通の幼稚園がなったということが私がすごく誇らしいところなんですけど、素晴らしいスタートなんでね、これからねまたね5年ごとに監査っていうのがフレームワークだから、外部が評価に加わってくれるんですよ。それがすごく大きいところで、やっぱり内部で完結しない、よく私も休眠預金とか前法人団体でもらったことがあるんだけど、その時もやっぱり外部審査というのをすごく大事にしてます。組織の中の一つのパーツとしてそれはすごくいいなと思ったんですよ。だから一致団結してみんなが自分のこのいかに私たちがやってるかってことをアピールする時間をもらえるので、それが IB にはあって、それも一ついいとこだなと思ってやってます。後ほどまたしっかりとね話をいただくことにして、一つHow to 日本暮らし。はい、ありがとうございました。いや、なかなかねそういう曲本当に楽しいと思いますけど、今からちょっとまた例のですね、広報、また5月号をね見ていただいて、これ、説明をさせていただきます。5月号ですね。これ7ページにですね3点だけご紹介しますけど、防災気象情報が変わったということなんで、在留の外国人の方もですね防災の、気象情報というのがあるんだということをね知ってほしいで、命のね危険がある場合に的確なね対応を即してほしいし、ご近所にねそういう外国人おられたら教えてあげてほしいですね。詳しいことは見られたら分かると思うんですけど、避難所というのがあってね、これは外国人も行けるということなんですよ。そしてその時はね、廿日市市の場合は、市民センターからまず開設されていきます。それから災害の規模に応じてですね、小学校中学校というふうにね順に、開設もされ増えていきます。で福祉の避難所へまた移動するというようなこともあります。それがありますね。そして次がですね、10ページはですね、これは今度は一転してですね、高齢者の総合相談なんですね。在留しておられる外国人も自ら高齢者、それから親を連れてこられた
そういうようなことでね、高齢者の相談、それは必ずしも病院とかそういうところだけでなくて、市役所の中にですね、そうあるということと、で利用料は無料であるということがね、書いてあります。地域包括支援センターというのは廿日市に5カ所もありますんでね、そして吉和宮島にはまたブランチもあります。そういうようなことでございます。それから最後がですね、17ページなんですが、元気に育てすくすく育てと、今度は一転して今度は子どもの問題なんですね。子どもたちたくさん増えてますね。外国人の子どもたちもこういう0歳児からですね、いろんな相談窓口がありますし、検査とかねあるということをね知っていただきたいなと思います。QR コードありますからね、そこから市の公式 LINE に入ってもらったらと思います。簡単に説明させていただきました。その他にはですね、ちょっとお知らせ、4月もご説明をしたところなんですけども、前半でもお話があった外国人支援コーディネーターということでね、4月9日からスタートを切りまして、廿日市から広島にも呼びかけをしてですね、そして我々のように相談窓口とか、あるいはボランティアで相談している人だけじゃなくってですね、福祉の人、社会福祉士ですね、それから心理士ですね、それからキャリアコンサルタントのように就労についてのサポート、そういうふうな専門の方も一緒に入ってもらい、それから学校の先生、それから牧師さん、住職、そういう人にもね入ってもらって、外国人の相談を最初に受けてくれる人たちにはね、やっぱり我々のメンバーに入っていただき、多角的に相談を受けて、そしてそれをどう解決するか、横のつながりしようというようなことを始めました。でこれ全国に発信して、初回の4月9日はね、東京から法テラス本部国際室長富田さんが直に、オンラインで参加してくれて、開幕を彩っていただきまして、これから2ヶ月に1回ずつね勉強会します。その結果はですね YouTube 等で発信していきますので、ぜひAちゃん、SNS とか、もう一つ何を言ったらいいかな、はい、そういうようなねところを見ていただきましたら、プライバシーはちょっとやっぱり守りながらですから、どういったところに気をつければよいかというのをね事前に勉強してほしいです。わざわざね溝があるのにね、そこではまる人はいないんですから、ここに危ないよと言ってね、それを言いたいだけです。そういうことです。さあそこで今度はバカロレア教育に入りたいと思いますが、もう終わったんですか？はいこれはね本当にもう私何も知らなかったし、でそれをね名前だけ知ってる人たくさんおるわけですけどね。そうなんですか？中身がわからない。でやっぱりそのいろはのところからで申し訳ないんですけどね、横山さんに一つ入り口からガイドしていただければと思います。一条項に認定された責任を持って一つそうですね。これ廿日市にはねもう一つ、はい、バカロレア、そうですね、教育をしてらっしゃるところが、ね、私の方からもご縁がありますよね。はい、昨年のね9月9日には、このスタジオにゲストとしてお呼びしたのが月の光国際子ども園の望月さん、これは廿日市国際交流協会の会長さんでもある、はい、うちの会長だからああいう方からこれは詳しい話をね伺ったんですけども、廿日市すごいことになったしですねそういう意味では。で今度はまた特に一条項ということですから幼稚園がね、特化されているところではあるんだけど、ね、私がフリースクールをやっぱ13年ぐらいやった中で、やっぱ一番大事なのはやっぱ子どもたちが学びに向かう姿勢とか体験とかっていう、なんか子どもに対する宝なもの、子どもが持つべき体験っていう宝なもの、それの具体的にやるフレームワークがないから、結局どんな優れた教育者とかフリースクールを率いている人がいても、その人が終わったら終わるんですよ。親の会とか親が一生懸命頑張っても自分の子供が終わったらその教育は終わるんですよね。どんな優れたもんでもやっぱりこういう教育ってやっぱり誰がやっても回るようなフレームワークがすごく必要だなっていうのを私はこれを知って、持続可能性というかですね。そうです、それがすごく大事だと思っていて、でそれはやっぱ根本にその園とかその場所の人たちが何がしたいかっていう根幹はいるんですよ。カリキュラムは絶対自分のものが必要。それをでもどうやって回していくか、しかも公平にみんなが同じように回してできるか。もちろん先生とか個人のセンスも光ると思うけど、その人じゃないとできないものっていうのはやっぱりね、なんか
逆に大きい意味で公平性がないかなとは思っていて、あと多様であるべきなものと、そうじゃないとこと、守るべきものと、いろんなバランスがすごく大切で、だからその中で言ったら私たちは今回、西日本で3円目の、ものになったんですよ、一条校として。で一条校としては広島県では初です。そうですね。一条校の幼稚園としては、大きいところで有名なのは H とか H 学園とかね、それから AICJ とか、あの辺は一条校としては大きいところだけど、ちょっと大きいですよね。小学生とか中学生、高校生、それ以上のとこになるんですよ。うちは PYP って言って IB で定めるところの初等教育。日本で初等教育はね小学校からですけど、 IB はもう3歳から6歳のアーリーイヤーズっていう初等教育のこう初期の部分をすごく大事にしていて、で私が一番気に入ってるところは概念教育、特定概念っていうのがありまして、特徴とか機能とかっていうこう全部をつなげたものがあるんですね。でその特徴概念7つの概念ってこう言いまして、特徴、機能、原因、変化、関連、視点、責任って7つ、これをコンセプトにすごく子どもたちとやっていく。例えばアリを見つけました、アリの形は、アリの色はどういうふうに歩くっていうのを子どもたちが話さずにじっと見てますよね。それをしばらく後で思い出してみようかとかやってみたいとか、だから体験ベースではあるんだけど絶対言語化していく、もしくは表現化して、言語も言葉だけではなく絵とかでも推奨する、ポーズでも推奨する、自分がポーズをとってもいいって感じで、その辺のねやり方がやっぱり日本の上位下達式というか、先生が一方的に生徒に教え込むという教育の中ではなかなか難しいですよね、やっていくのが。だからその根幹を変えるところが難しい。でもただのフレームワークなんで、私から言わせると、自分たちが何を教えたいかをもとにやり方をこう学んでいくって感じですかね。で探究学習の流れは、今探究学習ってこうちょっと流行り文句みたいになってますけど、求めるだけじゃなくて探してそれを見つけて掘り進めるという探究の Q が研究の Q なんですね。でそこがIB の日本語にするときに気をつけてくれって言われてるところで、興味の芽生え、チューニングインから調査体験、ファインディングアウト、それから探究表現でソーティングアウトして、まとめ振り返りで Going further、 そして行動で Taking action。 これを学んだ挙句の果てに結局自分で何ができるか、 Make it better、 世の中をどうしたら自分は良くするためには何ができるかってことの行動が起きたとこが成功です。なるほど。だからそこに大人がどんだけ手を入れていくかってとこも、その探究のなんていうかね、グレードに合わせて、年齢に合わせて、3歳とかね4歳ぐらいだったらね気づくところまでとかで、4歳5歳になったらちょっと自分試してみるとか、組織の中の自分を感じてみる、で5歳6歳になったらちょっとアイデンティティについて考えてみるとかっていう感じで、こう年齢に合わせて重層レイヤーして学んでいくっていうか、3年間が結構基礎基盤で広く見てやっていくって感じですね。これだけ聞いてるだけでも結構面白いでしょ。入園したいです私がありから、そうだから教育教える育じゃなくて、のぞみ幼稚園は特に共に育つの教育の方を言ってるので、すごくフレームワークには合ってるかなと思ってます。さあそこでちょっとこの時間的に音楽をですね入れさせてもらいますけど、これはですねどなたが作られたかということで何が流れるんですか、今度は。萩間さんに。私が AI で作りました、エイジアン、テーマソング、ポップマンを聴いてください。エイジアン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、廿日市から広がる世界の仲間、文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そう、異なる言葉が響き合い笑顔の輪が広がるとき、心の壁を壊してみせよう、手と手を合わせれば道は開ける、ええじゃん心を開いて手をつなごう、共生の架け橋み
葉でええじゃん。はい、わかりました。さあこんなことですよ、今日は本当にね横山さんが来てもらえたおかげでね、活気づきました。今までの、言い足りなかったところいっぱいあるかと思いますしね、ちょっとここでバッと吐き出していただきましょう。特にもう大丈夫です。大丈夫ちょっと話しすぎた感じがします。私も本当聞いた話では本当に今のですね、AI 時代に必要な教育かと思いました。すごくね情報も早いっていう中でですね、知識だけではなくて、その探求して、そしてさらにそこから行動に移すっていうですね、知識とか知った学んだで終わりじゃなくてですね、自分でその課題を見つけて、そしてコミュニケーションを取りながら発表したり行動に移す力が本当に今 AI ではできないということでですね、人間にとって必要な力って言われてますので、はい、私がねそうですね全く納得したのはね、体験をね、その人の個人にせずにね共有してね、それをこうブラッシュアップするのがね、私にとってねこれは本当にあったら砂場のクリちゃんとしては本当ですよもうちょっと早くなんとかなってたのに思いますよ。でまたそれをね国際標準の資格として、あとどこの国に行っても通じる、理解してもらえるということでですね、であとあれですね、日本の大学とかでも京大とか慶応大学がインターナショナルバカロレアの推薦入試枠があるらしいですね。あったりとかですね、日本の大学教育ともね、だんだんこうつながってきたっていう感じがありまして、そうですね。日本のいいところはすごくやっぱりずっとあると思うんで、日本人の良さとかね、それとバランス取ってやったらいいと思うんですよね。古いものは全部捨てていくんじゃなくてね。やっぱり制度とかね、そういう政治絡みとかねあったらねダメなんで、例えばノーベル賞が日本人ねいっぱい取ってるでしょ、それなりにね、その半分近いのがね、京都ですよ、関東圏じゃないんですよ。だからね首都圏とかね人口が多いからではなくってね、やっぱり独特のねそれがやっぱり育てていくんですね。飯塚友永いずれもね京都の洛北高校卒ですから、栗林さんも京都出身ということで、高校でね2人そんなねプライドっていうのがねものすごいある、それはねどこまでもあります。だけど広島もねもっとプライド持ってね僕はやるべきだと思いますよ。特に平和のね、平和構築とか平和分野ではですね、広島からですね。そうだ。もうちょっと一言いいですか。ゲルニカキッズゲルニカって活動を4年目の活動で5枚目の作品を今子どもたち作ってます。横が7メーター、縦が3メーターの巨大なゲルニカっていうスペインのゲルニカ地方で起こった原爆が落ちた10年ぐらい前に起こった内戦の話からピカソが嘆いて作った大きな作品を子どもが平和を思って自分で一から考えて、今回はね年長さんがデザイン全部考えて作ってます。で去年は広島美術館でやったんですが、今年飾るところを探してます。もし大きいものを飾ってもいいところがあったら、教えてください。それが何面ぐらいありますか。もうね世界のゲルニカが集まるんで、もう10枚も5、6枚もあって、広島の子どもたちだけだったらうちのグループ園で 4つあるんですけど、交代交代で去年は飾ったりしました。だから平和公園とかなんか結構大きいところがもしあればそうですね、一応今探して、申し込みはしてるんですが、お声掛けください。はい、素晴らしいね。すいません、宣伝でした。白馬さん、何かありますか。そうですね、あと、ちょっとさっきの話に戻るんですけれど、インターナショナルバカロレアの教育っていうことですけれども、本当に今ですね現代の教育っていうのも変わってきまして、教育は本当に若い時だけではなくてですね、今ですね本当にさまざまな情報も職業もですね、今後 AI が出てきてさまざまな職業もなくなっていくという状況で、私も今50歳なんですけど、50歳から AI の勉強して今 AI アドバイザーとかもやってるんですけれど、AI で曲作ったりとかですね、さまざまな AI エージェントとか使ってるんですけど、これからですね、栗林さんもそうなんですけど、本当に年代を関わらず一からまた勉強するっていうのがですね、生涯教育っていう言葉もあるんですけれど、誰でも全人教育といって、そうですね、なので
私も IB でまた勉強したいなとあれはもう本当死ぬまで勉強が楽しいじゃないですか。ですね楽しい、はい勉強が楽しいと思える教育なんですよ。はいだから一生楽しんで最後まで勉強していってペンを握ったり表現していくっていうのができたらいいですよね。幸せですよねそうですねと思います。はい、どうですか栗林さんもまだもう本当ねこれからもう僕はね新しいことやっぱりまだ100までありますから。はい今からもう一度入園してそうですね期待上げたいですよ。ですねはい、今日が一番若い日って言って勉強そうです語学でもね、うん何でも勉強するのには、遅いことはないっていう、はい、はい、私もいろいろチャレンジしていきたいと思います。そうそうそうはい、まあねだけどやっぱりね日本の人間の弱いところねそこをやっぱり私も思ってるんでねやっぱり多角的に見てねやっぱり勇気出して一歩踏み出したいですね。はい、今こう戦後80年でねいろんな人が本当に被爆のことをはじめね、いろんなことを話するようになってね私は本当にインパクトが強い素晴らしいやっぱりね体験から学びそれを乗り越えてきた人たちのねそこから私たちも学びたいですよ。ね、今年もまた来ますね。そうですねぜひぜひ8月がねこれに懲りずにはい、ははいい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではそろそろお別れの時間です。ぜひ感想をいただければと思います。この放送はアーカイブ動画にて今ですね、録画してるんですけど、YouTube チャンネルで広島でエイジアンから見ていただけれます。次回も毎月第2火曜日午後4時の放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りいたします。お相手は廿日市市国際交流協会外国人相談センターのコウタと、はい、一般社団法人エージャンの栗林と横山晴美でした。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃん心を開